そういや、お父さんに追い出されたんよへんか。あんたみたいなだらきのない人大嫌いや。美月もお茶屋の払い貯めといて、まだ未練たらしのこの子芸者の館に遊びに来て。色町はね、きれいにお金の使える時だけ来るとこどっせ。僕は君と結婚するつもりだ。芸者だと思って付き合ってしないよ。私は結婚する気持ちなんかあらしまへん。じゃああの約束嘘か。芸者の嘘は嘘にならへんの。お商売の駆け引きよ。お客さんの気持ちに相づち打って面白い遊ばせてあげてるのが分からしまへんのか。おいほらなんならね、やめて。男らしいお宅へお帰りやす。お商売に精出して遊びの穴埋めて、それからまたゆっくりお目にかかりましょう。よし、その言葉忘れんな。お靴出して。何や無茶しやがって。不良と違うのかいな。こうはっきり言われたら軍音でも出やしまへんな。黒知らずの文房やさかいな。ええ子ちゃんねんわ。お姉さんいやはりますか。いやはるけど何や。誰？へえ、この間死にはった上地家のお茶の娘が入ってまんねん。これ上がったのね。へえ、さあお入り。あ、君。どないしたんえ？お母ちゃんは死んでからおじさんはひどいことばっかり言うんです。お母ちゃんは何してのことなんだよ。こっちおいで。お母ちゃんは何にも残さなんだのにお葬式にたくさんお金がかかった。どうせ二号の子や体で働いて返せなんて嫌なことばっかり言うんです。ようそんなことを言うな。葬式の費用一切昔のよしみでここの姉さんが出してくれはってんや。それはええがな。それで英子ちゃんどういうつもりでここへ来たんえ？私お姉さんにお願いして舞妓さんになりたいんです。へえ、
舞子さんに。うちこのままおじさんとこにいたら堕落してしまいます。それより一層お母ちゃんのようになりたい思って。舞子あいなりたい言うたかって旗で見るほど綺麗なことばかりやないのえ。あんたいくつになったん？16です。席はどうなってんの？お母ちゃんの方です。お父さん沢本さんどうしてはるの？お葬式の時も会わへんかったけど。なんや病気で商売失敗してしもって西陣の方にいるそうです。やっぱりそうか。おっちゃんが上七軒から引かされはった時は沢本さんは大変な勢いでな。みんなが羨ましがったもんやけど人間の運なんてほんまにわからんもんや。あんた三味線か前の下地でもあんのか？お母ちゃんにちょっと習いました。へえ。ほなちょっと立ってごらん。向こう向いとうみ。姿や。姉さん、ほんならこの子仕込みまんのか？まさか追い返すわけにもいかへんやないか。でも猫の子もらうわけやないしお父さんも嫌はることやさかい承知しといてもらわんとな。よろしおす。なあ早いこと羽がつきまほん。こういうとお前ちょっとお使いに行ってきてんか。お前知ってるそれ昔ひいきになった沢本さん。難しい話と違うさかいな。え？夜にもよって見よからんとこへ行くなんて拙者なやつやな。いや今頃そんな厄介を頼みに行くような仲やないねや。ただの客と稽古やったんやね。病班にわざわざ恥さらしに行くような真似してくれんでもええのに。いやけどわしは何の相談も受けてへんのやで。それはそうですけどそこをなんとか保証人になっていただけないやろか。姉さんもあんた以前ごひいきになった方のお小屋にて引き受けて仕込む方言うてありまんねん。おじさんがあの鳥の人でしたろ。そこはあっちのつながりをお父さんにお頼みせんと。いや堪にしてほしいな。まあそれどころやない。あんただってわしのこの体を見てくれたらわかるやろ。もういや勝手にいただきます。病気はするわ。商売はうまいこといかんわ。もう自分のことだけで精一杯。娘のことなどとても考えられん。でもあんた私の絶頂のところがありますしこのまま帰られてねいやあんたの立場もわかるけどな。いやしかしなええ子が何なのとわしは干渉せん。いやその代わり保証の範もさ、これから先も一切無関係にしてほしいね。頼む。それでは姉さんが安心してあの娘を面倒見ることできへんやないか。何と言われようが藩をもろてこんかい。お前何年祇園までお読書してんねん。それはそうですけど点で取り尽くしもがあらしめんねん。坂本の大将も大将だ。自分の娘のことやないか。それもちゃんと言いましたがな。ほんまに立派なもんだよ。姉さんえらいすんまい。お父ちゃん引き受けになってくれへんと思いましたわ。お姉さん保証人がなかったらどうしてもここへは置いていただけへんのでしょうか。うちもうお姉さんにすがるよりしようがないんです。辛いからって中途でやめとうなっても行くところがありません。きっと我慢します。ほな誰も面倒見てくれる人がないのやな。うちがこう決心していたら交渉や書きつけはいらんのと違いますか。お願いします。うち舞子さんになりたいんです。ならしてくださいな。一生懸命お稽古してきっと絵はがきで売れるような舞子さんになってみせます。口で言うのは優しいがつらいえ。辛抱できるか。辛抱します。お母さんに負けないような一流の芸者になるには大変な苦労え。どんな苦労も辛抱します。きっとやな。ええ。助はん私この人仕込みます。さようか。おおきに。
外国人が日本へ来るとみんな富士山芸者ガールを日本の美しさの象徴として賛美します。その芸者ガールの中で一番きれいで代表的なのがこの京都の祇園の舞妓です。日本の誇る茶の湯やお能と同じように生きた芸術作品です。無形文化財と言ってもよろしい。あんた方もそういう日本の美しさの象徴としての誇りと自尊心を持って毎日勉強するんですよ。はい。仕込んでまだ1年よりならへんのですけど割と筋がいいのでまあどうやらお座敷出しても赤い顔せんと済むと思いますので。早いもんやな。あの子あんたと生きてからもう1年にもなるか。へえ。お出しったらどうえ。近頃は昔と違うて芸の方のことは誰もやかましいやはれへんえ。その代わりあんた一生の方は立派にせなあかんえ。へえ。私の舞妓の時のは少しは残ってますけどそれだけでは。なんぼあんた顔がようてもお金に明かして家付きの娘さんと太刀打ちしてくな大変なことえ。大ちゃんた衣装が立派やなかったらええお座敷出られへんさかやな。そうです。出すからにはできるだけのことはしてやりたいと思ってます。そうやな。まあ30万ぐらいは用意せんならんえ。ええ。それで実はお母さんにおすがりしたいと思いまして。アホくさ。あんたぐっすり貯めといたんと違うの。いいえお母さんそんなお金があったらこんな苦労してしまへん。あてかてそんな大金があるかいな。まああんたのことやさかいになんとか工面はしてみたげるけど。ほんまにお頼申します。おんにきます。おおきに。難儀やな。えろすんまへん。
店出しの日はな、誰でも朝一番に飛んできはれ。ゆんべは嬉して眠れなんだんと違うか。さあ、これから売り物やさかいにせいぜいきれいに飾らなあかんな。男さんにおれたりしたら商売にならへんで。旦那はんがつくように一生懸命神さんに信心で申しや。ああ、君。おはようさん。今日からみよいちゃんやな。姉さんの名前が頭についてんねや。それ忘れんとしっかりやらんとわけないんで。あんたの身についてる衣装と帯と襟、小物一切、かんざしからぽっちり、履物まで何個でできると思う？20万円じゃ足らへんやで。あんたが何本目を向いてお座敷を駆け回ってもその3分の1も稼げない。そういう立派なものを身につけてもらったんや。姉さんの苦労をようかみしめんとあきまへんで。助はんもこうさんも何もへんけど呼ばれとくれやすな。はいはい、あげお姉さん、どうぞお頼申します。お茶屋さんに行ったらどこのお母さんにも安定丁寧にご挨拶するのこれから可愛がって呼んでもらうならんさかい。ようしゃべりや。よはるさんの妹。みおはるさんの妹。よろしお人な、お疲れたやろ。騒がりやす。高三助さん、ご苦労はんどした。おっか入ったくな。ちょうどよかった。今な、楠田車両の若田さん見えたんや。いや、専務さん。ちょっとご挨拶が来たらどうぞ。おおきに。お姉さん、お頼申します。おめでとうはんどす。きれいやわ。どうぞ。何か難しいことありませんよ。あんたの版を一つポンね。いや、楠田君のようにそう簡単に言われてはたまらないね。何しろ8000万円の大仕事だからね。僕のような微力なる一課長の一存では発注できませんよ。どうにもなりませんな。神崎さん、あんた次の局長は言われてあるあんたが何を言うてありますね。ねえ専務。いや、本庁の事情もあるんですよ。電気冷蔵庫お届けしてましたからね。そんなことしてもらっちゃ困んね。まあよろしい。いや、困るよ。まあつことです。冗談を真に受けちゃ困んね。化けて出てもきっとこの版は使わせてみせますよ。怖いね。ごめんやす。あ大丈夫へんどっか。お、いいよ。全部揃いましたんだね。もうあげてあげて。そうですか。専務さん。今度みおはるさんが妹引いて出ましたんだね。ちょっとご挨拶。はいはい。何してんねん。これ。あやらしどうもね。お母さん、おきにどうぞ、おきに。こんばんは。こんばんは。おきに。どうしたこんばんは。おきに。この子か。お頼申します。よろしい。なかなか綺麗じゃないか。なんとね。みおえどす。何にも知らしまへんさかい教えていただかんとお頼申します。どうですか課長。なかなか綺麗じゃないですか。あ専務さんこちら。お、
お前初めてか？ええ。いつもお世話になってる役所の神崎さん。そうですか。三代春です。どうぞよろしゅう。もう一回ね。いや、何か顔についてますか？いや。おー、偉い偉い。はい。駆けつけ3杯ね。専務さん、あんまり飲まさんといてくれやす。なんだい、今日はこの子のお祝いじゃないか。あ、まがり、姉ちゃんもう古いんだから、見習ったらずれちゃうよ。ああ、君。真似だけ。何です？今見張るこれあるのかないのか。専務さん聞いたやんの。アホくさ。今さら何どんねん。違う違う。専務は妹の方やん。あ、三代どっか。そうやん。まあ専務さん癖の悪い見せ出しの番から何を言うとやんねやろ。まあそりゃええけどね。今見悪い旦那があるのかないのかっちゅうねん。旦那どっか？おへん？お前ね。ほんまどほんまの。何どんねん？大作戦を超えてるとこや。見せ出しの晩からガブガブ飲んで酔ってしまう子があるかいな。すみませんね。うち飲みますバカやな。こないなるまで飲んでそらまずお酒ってこんなもの飲んだこと知らなんだ。お客様のまたはんねや生なんだお座敷が務まらへんと思って営業中立にした方がまでや。やっぱりあんたアプレや。違うす。テンションはアバンギールや。なんやそれ。古いちゅうこと。お水をくれや。あげます。おおきに。さっき高島屋はんから届け物が押したい。そこに乗せておす。そうか。おすまへんな。お座りやすなんだ。いやこれお父さんがお祝いにくれはったい。誰かに聞かはったんやな。たとえ浴衣の一端でもこうしてお祝いくれはるのはやっぱり親やな。そんな気があんならお母ちゃん死ぬ時にもっとちゃんとしてくれたらいいの。今すぐ手をくれや。酔うたと思って大きな口叩いてからに。あんたもこれからはいろいろなお座敷行かんならん。たくさんのお方のさまざまな移り変わりも見んならん。栄えるお人もあれば霊落するお方もある。お父ちゃんかってああ言わはっての
苦しい中からこうしてお祝いくれはるのは私に対する義理、あんたに対する情愛やがな。なんぼあふれでも義理人情ってこと忘れたらあかへんよ。義理って何や、人情ってどんなもん。そんなことわからへんうち。おばはん、あんたかや。ああ、えらいこっちゃ。つまり憲法の定めた基本的人権によってあなた方の自由が保障されているというわけですね。先生。はい。そうしたらもしお座敷でお客さんが強引に口説かはったら基本的人権を無視したことになりまっしゃろ。理論的にはそうなるわね。そうしたら憲法違反年じゃないか。そういうわけね。そんなら従って訴えてもええということになりますけど、かましまへんか。かもしまへんかってそれ誰に言ってんのよ。そういうかって。そんなことお茶やお花の先生に聞いたかってあかん。弁護士さんに聞かな分からへんがな。みやえちゃん、あんた旦那取るって何のことや知ってる？知らん。どんなことへ？ほんまに知らんの？ほんまのことは知らん。お嫁に行くのと一緒や。一人前の女になることやわ。それがどうしたん？うち旦那はん取らんならんの。それでも好きやったらええやないの。62のおじいちゃんやもん。62？断ったらええやないの。そんなわけにはいかへんお母ちゃんに言われたんやもん。なんで？あんたほんまのお母ちゃんやろ？ほんまのお母ちゃんさかい余計断れへんのよ。うちのお母ちゃんかて舞妓から出て旦那取って芸妓はんならはったんや。そういうしきたりになってんのえ。うちなんぼ嫌や思ったかてそうせなしようがないの。一時はつろうてもきっと幸せになれるってみんな言うとはるけど。身上に旦那ほどすか？はあ、楠田はんがあの子を面白がれはってな。でもまだ出て間もないのに、それではあんまり。何を言うといるの。今日そんなこと言うといたら時代に遅れるえ。早いこと旦那取らしておしまいな。あんたも助かるやろ。そらそうですけど。相手は楠田車両の御曹司やし、身分には不足はないやろ。まあ任してくれはんのやったら恥ずかしないようにするえ。でもなお母さん、私らの若い時と違ってこの頃の子供はしっかりしてますさかい、当人の気にな相手の言うことなんか聞かしまへん。そんなことそうかそうかってあんた聞いといたらあかへんえ。これからまだまだあの子にお金つぎ込まんならんし、それにあての方もあの子が出る時に用立てたお金あれも何とかしてもらわんならいい。ええ。実はこの話あんたにせんとこと思ったんやけど、あのお金な楠田さんから出てんね。専務さんか。はあ、そんなお母さん、うちお母さんにお願いしましたのに。あてかて30万円もの大きなお金があるかいな。あんたがぜひ頼むっていうさかいに専務さんに無理にお願いして頼んだんやないか。みおやのこともな、あて承知してんね。いや、そんなこと。だいたいあんたなへ、旦那も持たんと妹引いてるやつの大きな間違いえ。何もすない一人で無理せんかてどなたかのお世話におなりたらどうえ。今さら私なんか。何を言うとるの。まだ若いのによう考えておき。
間は君。あ、吉君さんですね。お二人とも。ああ、君。お二人とも吉君さんから楠田藩のお座敷どせ。英子ちゃん。あんたさっきお行き。ほな、お先。こんばんは。おいでやす。お母さんおおきに。おいでやす。あんた15日の藤間の会どうしる？東京へ行きるか？行きたいのですけど。お行きたらどうい？楠田さん連れて行ってもええ言うてはったい。いや、そうですか。嬉しい。あ、ちょっとあんた今日離れ。暑おすのに浴衣とお着替えやしたらどうどす？いいんだよ。そうですか。こんばんは。ああ、君。ほな、お頼みします。ああ、君。専務さんは？楠田君は2階ですよ。そうですか。まあ、長いこと。覚えていてくれたかい？そら覚えてますとも。お2階は賑やかですな。楠田君は子供を集めて遊ぶのが好きだね。まあ、どうぞ。遊び野球とあなると言いますのね。僕にはどうもあの趣味はわからないね。そらまだお若い証拠ですがな。そうかもしれん。さあ。すいません。おおきに。そうすると僕は逆に豊島趣味かもしれんね。いやー、嬉しい。おおきに。いや、お上手ばっかり。どうぞ。あんたの年で旦那はんのないのは恥？なんでどす？なんでどうってそうやないかいな。うちは別に恥やと思わしまへんけど。これ生意気なこと言わんときや。楠田さんは祇園町で一流のお客さんへ。そうだっか。ほな見直してきますわ。見直す？もういっぺんよう見てからお返事します。おおきに。お母さん。はい。お三味線。はい。三味線。あ、三味線。びっくりしました。神崎さん一人で。あの人はなへ、楠田さんの大事なお客さんやの。せやから上手に勤めとくなはいや。あんたの色気で一目でポーっとしはったらしい。いやいやわ、お母さん。ほんまやんと。みおえどう言いました？ちょっとまるであてらの考えてることと違うえ。この頃の若い子は何を考えてるか分かれへんな。そんなことだったんですか？あんた顔色一つ変えますかいな。あれで案外楠田藩に惚れてるのかも分かれへんえ。もういつから来てんの？さっきから。
なんでそう僕の顔ジロジロ見るんだよ。おかしなやつだな。動いたらあかん。今熱心に研究中やさから。研究中？専務さん。うん。宮原さん、東京ともさせてもらう言うたやし。あ、そうか。よし。お前も一緒に行き。いいのですか？おかま。姉ちゃんも一緒だもん。いただきます。あかんやん。何しとるの？僕らだったね。男爵や。はい。ありがとうございます。さあ、冷たいもんでも飲んで休みましょう。寝られへん。なんで？うち東京生まれて初めてやもん。もう聞いたって寝られへんわ。もう夜通しするわ。そんなら楠田さんとお話ししといない。食堂車にやはるえ。そうや、これ持って行ってあげ。いやや、お座敷出てこそサービス営業やけど、外に出たらレディーやわ。えらい勢いやな。男性の方がサービスせんならんとこやわ。お父ちゃんや。ここやったんやな。いや、沢本さん。ああ、しばらくやったな。ご機嫌よろしゅうす。いや、京都駅でな乗る時に姿を見たさかいに、いや、会うのももう目目ない話やけど、これが世話にもなってることやし、もう針をしなんでな。ちょっと目打ちに、あ、綺麗になってたな。見違えたでや。うち楠田さんとこ行ってくる。あんた、お父ちゃんが。まあまあ、よろしいがな、よろしいがな。いや、もうヒンスやダンスで体までがビボクソンなってしまいやって。起きる起きる。元気を出しやす。貧乏貧乏って貧乏売り物にするようになってしまったらおしなよへんか。まあそりゃそうやがな。あんた八方から借金に責められておみ、あっちへ逃げたらこっちへ逃げたらほんまに身のこそる思いをしてんねや。まあ今度も夜逃げするようにして飛び出してきたとこや。東京にちょっと当てがあんのが一縷の望みでな。これもうそれがわからんだら汽車でも飛び込まんことには京都へはもう帰れん。そうか。もしもし、神崎さん。待ってたんですよ、ご返事。役所の方、どうでした？明日決定ですか？こりゃありがたい。あんた今どちらにおいでになるの？役所ですか。そりゃ遅くまでどうもすいません。寄り道しないですぐ帰ってきてくださいね。京都から美人を連れてきたんですよ。三代春と三代へ。本当ですよ。どうだった？踊り面白かったか？よろしゅうしたいよいよ銀座連れてってくれはるんですか？馴染みのバーがあるから一杯やろうと思って。専務さん、いよいよ本当に帰らなくておくれやすか？なんだ改まって。もし気まぐれな遊びやったらそっとしておいてほしいおすの。何しら泣きのかった子ですし、私は自分の本当の娘をお嫁にやるような気でいますので、真面目に思ってくれはるならこんな嬉しいことあらしまへん。お前のようにそうクソ真面目に言われたって返事もできないよ。そやか。よし分かった。あの子とよく話してみよう。なんだい。
その格好でどこへ行くつもりだい？銀座のバードっしゃろ。きれいだね。そうかってこれうちの制服やん。当たり前の着物を着て歩いたらただの女どっしゃろ。なるほど。この格好をしてこそ祇園の舞妓やってみんな騒いでくれはるわ。当たり前のことでは人の心を引くことできへん世の中やもん。負けたね。何言うといるの。なんで？ごめんください。お茶屋様お戻りになりました。あ、そう。いやご苦労でした。ご苦労でした。いやどうもねひどい目に遭っちゃった。そうでしょう。満身創痍という形だね。分かってます分かってます。まあ一風呂浴びてカビ臭い役所の汗は流してください。お楽しみはそれから後。ご案内してご案内して。さあさあどうぞどうぞ。君ちょっと。分かってんだろ。君今夜神崎に付き合ってくれよ。そんなこと専務さん。うちそんな約束で東京来たのと違います。何を言ってんだよ。よし君の髪に聞いてきたんだろ。いえ何にも。お前承知だってから連れてきたんじゃないか。今になって知らないでは困るな。そやかってほんまに無理だっせ。急にこんなとこで困りますがな。俺も困るよ。今お前に断られたんじゃどうにもならない。頼むよなあ。このところは野暮を言わないでね。俺の顔を出しておくれよ。さあな。とにかく今度は俺の生きるか死ぬかの境目なんだ。目をつぶってくれよ。その代わり今後絶対に不自由はさせないよ。君の体は支給兵だ。いいだろね。そやかって頼むよ。あ、神崎さん恋人連れてきましたよ。ご覧の通り。先日は大きに。相変わらず色っぽいね。須田君君もう用はないんだろ。これは恐れ入りましたな。神崎さん疲れてるんだ。大事にしてあげてくれ。頼むよ。神崎さんあんまり夏休させないでくださいね。邪魔だし。さあと。あ、お前本当にその格好で銀座行くつもりかい？うん、そうですが。愉快なやつだね。あ、ちょっと。はい。なんどす？気晴らしまへんの？いいよ。何しはんの？こっち見て。こっち。いいからこっち見て。いや。やめて。髪やってもやって。じっとしていいんじゃない。いや。こっち。バカだ。こっち。いや。こっち。姉ちゃん。姉ちゃん。どうこのチーズ美味しいよ。わがり。あきに。ちょっと。あんたどうしたん？あんた何したん？えらいすまんことしたってなんだっか。宮山も宮原もお詫びに来たんだっか。さっき宮原だけそこまで来よったん。あずに追い返した。そうだっか。なんちゅってお詫びしてええんやら。あってもこんなアホなこと初めてですわ。このまま済ましといたんでは
あっても世間さんの物笑いになりますさかいにちゃんと謝らして言うこと聞かしますさかいに。けど専務さんこのままではお商売続かしてもらえしまへんどすがな。おかみさん、三好のことはともかくとしてやね、問題は三春の方や。神崎さんのことどうしてくれんねん。専務さんそれ怒ってはんねん。なんでどんねなんでどうして三春は神崎さんの言うことを聞かんと不良ってやないか。まあ生意気な。そのために8000万円のお仕事が発注にならんねや。向こうから注文が来やへんねん。うちの会社は今危機です。この注文を受けて工場の活動を図らんことにはますます重大な事態が生じますねや。もうそんなに偉いことどんのか。そやさかうちの会社はこの仕事には随分金もかけてます。あんたのところだけどどれだけ作ってます。そうです。そうでしょう。分かってますな。分かってます。神崎さんもうおかん無理や。わしらにもう会うてもくれへんわ。そないに妙春にご昇進どしたんどっか。そうですがな。そうどっか。よろしおす。今度はきっとまとめますさかい。ほんまですな。ほんまどす。よろしな。よろしおす。会うてもくれはれへんなんだ。病院の先生に聞いたら治るまでは1月はかかる大怪我やって。ほんまにえらいことしてくれたな。うちも悪いとは思ってます。そうやけどああするより他に道はなかったんやもん。あんた楠田はん嫌いやったんか。ほななんで竹ついてったんや。姉ちゃんかにしてもしもし。そうです。あ、ちょっと待っとくやす。姉さん、吉木さんが。お母さんどうすか。いろいろとすんまへん。ほらすぐ寄せてもらいます。うちが行って謝ってきます。あんたの出る幕やない。色町のお客さんがどんないたずらしやろうとそれを上手に取り扱うのが芸者の役目やないか。先方身分のあろう方やさかい泣き寝で黙ってくれはるけど、うちの大事なお客さんに傷つけられてあてが黙っていられると思ってはいるか。恥ずかしいって世間さえ顔向けできへんえ。一体どうしてくれはんねや。すんまへん。すんまへんではすまんえ。身負いも身負いならあんたもあんたえ。神崎さんに恥をかかしたそうえな。あんたらどこまであてをバカにしてくれはんねや。それお母さん無理どっせ。私が初めから何にも聞いてしまへんし、それにあの騒ぎで何にも聞いてんかって子供やないやあんた。前後の事情を察したらそこを上手に務めるのが芸者え。あんた何年芸者しといるね。あんたがこれまでおなりとは一体誰のおかげを思っといるね。少しはうちのこと察してくれはったらどうえ。ちょっとあてがお茶屋筋一言声かけたらどういうことになるかあんた知っといるか。そらお母さんに睨まれたら祇園町ではお商売できしまへん。あんたそれ知っといるんやったらよう考えほしいな。今度のことあんたが一番悪いね。三代のことは専務さんが退院しはってからさ相談してもええけど、神崎さんのことこのまま済まされへんえ。ここであんたが専務さんの顔を立ててくれはんねやったら私も今までのことは水に流してくれはるように皆に頼むし、またあんたの力になってあげれないの。どうえ。そやかってお母さん好きでもないのにそう簡単に。
それはな、お金のある人間の言うことや。お金もないくせに生意気なこと言わんとおき。そんな偉そうなこと言うのやったら、三親が出る時に専務さんが立て替えてくれはった30万円のお金、あんた払えるか？払えへんやろがね。なんとかしてお返しします。そう、払うの。うん。その話の決着つくまでうちに出入りせんとおいて。おかえりやす。おかえりやす。おかえりやす。姉ちゃんお先。えらい災難どうしたな。お下ごど。大きい。へいへい、毎度おきに。あ、今支度できましたのどすが。へへあ、そうどすか。どこからへ？岡野さん、英子ちゃんの座敷ちょっと都合で取り消しになりましたっちゅうて。うちが出る。三代原出す。大友さん出すか？へえ。ほんなら寄せてもらわんかったらよろしいんどすな。へえ。ごめんやす。何へ？マントリどす。今晩の座敷、えらいすんまへんのどすけど、お母さんが、寄せてもらわんかってええのどすやろ？そうどす。えらいすんまへんどした。大きいさいなら。まだこうしたやろ。呼べまへんの。なんでよ。お休みどすのよ。お姉さんと二人とも。吉君の母さんのおかんもホームってお出入り禁止。どこもちらんも。じゃあな、神がついてそんなこと言ったって鍵盤事務があんだやろ。鍵盤通せばええべやないかな。そうですけど、吉君のお母さん偉いさかい、どこのうち屋さんも芸立てて呼ばはらしまへんわ。おお、きついのやね。もうそんな話やめまへん。さあ、踊りまへん。もうお祭りやな。稽古の落ちぶれがまさかアイスキャンデー売りに出るわけにもいかへんし。姉ちゃん、うち吉君のお母さんにおって楠田さんの話戻してもらいます。アホやな。今頃何言ってんの？あんたがあんなことしてから私も考えてみたんやけどな。そりゃお客さん怪我させたら悪いけど、
あんたの思い詰めた気持ちはよう分かってんのえ。宮原いるか。ええ。おい、入れ入れ入れよ。おおきに。これが不動のいや、おいでや。こんばんは。おい、どうしたの。敵を撃ってやるつもりでお前呼んだらお構い中や言うやないか。えらいお元気ですな。見違いますがな。お前に振られたおかげでこの頃商売一歩や。お前さんでな、えらい繁盛してるで。ではね、困ってんのか。じゃちょっと回したるか。なんぼいる。あ、きにそのうちご虫に寄せてもらいます。困ったらなんぼでも言うてこいよ。なんとっても回したる。今はじじがいろや。お前の意見が身に染みてますがな。あ、これお土産預かんで。冷たいで。お前に置いて冷たいわ。芸者はると思い出はるとさいなら芸者ごめん役者。姉ちゃん、こんなもの捨ててきて。三代原さんやはりますか。へえ。どなた。いや、そう思ったはん。いやはったんだよな。時間が悪いさないにな会えんのやないかと思いながら来ましたよ。どうぞお上がりやす。いい子機嫌やしてますか。へえ。座敷入れ先生もらうのか。いいね。ごめんなさい。これはええとこやな。わしのうちよりもよっぽどええがな。これな、これしょうもないもんやけど、まあどうぞ。いや、すんまへん。いやもうそんなに言われるようなもんやあらへんね。時に見ながら相談があんねんけど聞いてもらえやろか。もう赤なんだらそれはしょうがないけど
お金のことどっか？そやね。東京はどうしたんや？いや、それがな、もう当て事となんとかで向こうから外れてしまいやって、ほんまにどこへも行くとこがのうてここへ来たんやね。店の商品は差し押さえされてしまうわ。家主からは追い立てを食うわ。いや、ここでどうしても5万でも10万でもないことには、今度こそほんまに食いづらにならんね。であろう、なんとか助けてもらえんやろか。そんなお金があると思ってありますの？それはあればしてあげたいと思いますけど、急に言われてもどうにもならしまへん。いや、そりゃそうや。けどそこを分けてもの頼みやね。まああんたのおかげで英子もどうやら人気者になったようやし、なんとか相談に乗ってもらえんのと違うやろか。それはどういうことですの？いや、言えますなあ。英子の身元の保証もお断りしはって、急に入れてきたらご無心どっか。いや、それはあの時はもう今はわらでもつかみたい。私も英子もお商売出られへん体なんどっせ。うん、それはどういうわけで？ちょっと間違いがありましてな。指輪にかんざしに時計、私にできることはこれしかあらしません。どうぞ使うとくれやす。大きねおいできます。ただどうか縁につながるというだけで子供に頼るような育児のない気持ちにはならんとくれやしよ。大きね。なんぞ癒したらどうどす？またどすか？お待ちかなのお方が来はりましたら、うちはじっきに計算してもらいます。ちょっと辛抱しやすな。いやいや、君で結構ですよ。君で結構やって。えらいご挨拶どすな。ともかくやね、私が神崎さんを拝み倒してやね、木屋町の中西まで無理込むたに来てもろたよ。今晩どうぞしてここで納めなんだら、わしはこれや。会社は破産。めちゃくちゃですわ。あんたがやね、三代春の首に縄をつけてでもここに引っ張ってくるまでは、私ここ動きまへんで。顔を見せてもらうまでは帰れまへん。わかりました。わかりましたさかいな。ばあさん今日はもう中西さんの方へ先行っておくれへんな。私に任してとやす今夜のところは。今度はほんまやね。本当です。アクションしたらあかんね。大丈夫ですって私に任せてとよろしいおふねん。三代春です。いや、お母さんどっか？こんばんは。英子がそこにいるんですか？謝りに来といるね。楠田はんとこ連れてってくれ言うといるけどな。あんたにいっぺん答えないかんやろ。今晩都合で帰らんかも分かれへんけど、ええか？それは困りますがな。とにかく英子はすぐ返しておくれやす。あんた一票いないな。来たらどうえ？あんなへ木屋町の中西さんやな。神崎さん来といやんね。
それについてあんたに話があるしな。あんた来るまで身を置いとくえ。ええな。おばさん、吉君さんに電話して。へえ。もしもし、吉君さんどうすか。ちょっと待っておくれやす。もしもし、お母さんどうすか。そんなら私寄せてもらいます。へえ。その代わり栄光すぐ返しておくれやすな。木屋町の中西さんに行けばよろしいのすな。ほなすぐ寄せてもらいます。おおきに。おばさん、着替え出してや。へえ。勝手な真似して。おかえり。起こしやしたい。そうどっか。おおきに。来た。どこに。こんばん前は。挨拶あって。お母さんおおきに。どうこのはんどうした。おぎのぎ。よう来たくなはった。本当にありがとう。君でなかったらね、夜も日も明けんちゅうね。ほなおいちゃん。前行こう。君はね、命の恩人ですわ。助けの神や。お前。ねえ。お母さん、そんなら三代のことは堪忍してくれはりますな。うん、分かったらええね。明日から呼んであげる。おおきに。おおきに。さあ、ぐっと開けて。ぐっと開けて。ガーッと開けて。そうや。誰？私、三代春です。待ってたよ。
はいでやす。おばさん、宮春三年さんのお座敷に。お気にはばかりさん。姉ちゃんはお昼前にどこやらお出かけやして。誰と？さあ、うち知らんやけど。あ、それからね、今晩宵山のお触れ前に姉さんと三好半も来はるようにお願いします。かちゃんもお時間何時どす？6時どす。ほんなお願いします。さいなら、さいなら。あ、それやったらもうそろそろ支度せんならんの。英子ちゃん、はよしやす。はよしやす。おかえりやす。で、お土産。おっきに。吉君さんからお触れまい。聞いた。英子ちゃん、支度してるか？ちょっとおいで。あんた、夏のハンドバッグ欲しかったんやろ？さあ、草履も買うてきたんやった。夏帯のええのがあったね。どうえこれ？姉ちゃん、こんなもん買おうかね。どうしたん？あんたが心配することやない。姉ちゃん、ゆうべ吉君は泊まったんやろ？芸者がお茶屋さん泊まって何がおかしい？姉ちゃん、うちの代わりに好きでもない人のとこ行くんやったら、うち舞子やめたい。何言うてんの？私はそんなことしてへん。嘘。姉ちゃんの嘘つき。みんな嘘つきばっかりや。京都の名物も世界の名物もみんな嘘や。お金で買われるのは上手な人が出世して、下手なのがうちみたいにボイコットされるんやないか。もう嫌や。体を売らんと生活できんのやったらうち舞子やめる。姉ちゃんも芸者やめて。何？生意気な。それが私に言う言葉か。生意気でも何でもええ。姉ちゃんやさかい言うのや。やめんなろ。やめたらええやないか。やめてあんたどうすんだい？おじさんのとこへ帰るのか？お父さんに厄介なんの？どこ行くのや？英子、私はもうこの暮らしには慣れきった体やさかい今さらどうしようもないけど、あんたの体だけはきれいに守ってやりたいと思ってんのえ。難しい世の中やからあんたみたいな気一本では通らへんのえ。そやけど私はあんたの気持ちはできるだけ通させてやりたいと思ってる。私は親も兄弟もない寂しい女やけど、人間の情けだけは持ってるつもりや。実はな英子、あんたに言わへんかったけどこの間の晩お父さんが見えたんや。あんまり気の毒やさかい私のできるだけのことをしておいた。人一人死ぬか生きるかの場合やったんやし、それに英子のお父さんやないか。人間なんていくらお金や地位があっても一人きりやったらみんな心細って寂しいもんや。ましてうちらの境遇を考えとおみ、困ってる時にはお互いが助けようって
生きていくよりほかしょうがないやないか。なあ英子、私はあんたのことも他人とは思ってへんのえ。何親身に考えてんのや。分かったな。髪が崩れる。何やその顔は。今日からあんたのみゆえちゃんの旦那は私やな。さあお化粧お化粧。襟替えの時は気張って派手にしてあげような。祇園町の人がきっとびっくりしはるえ。大きい。もしもし、大友さんですな。8時に、大きに。へいへい、万富さん、10時ですな。わかりました。大きに。姉さん、よろしおすな。うん、寄せてもらう。受けといて。今夜お祭りや。忙しいえ。そうなりまして、お待たせしました。支度しましょうか。大きに。